皆さんこんにちは、みおです。この度編み物ラジオを始めてみました。ぜひ編み物や作業のお供に聞いていただけると嬉しいです。今日の編み物を紹介します。今日は水色の毛糸を使ってお花のモチーフを編みます。コットンの毛糸を使ったり、パステルカラーの明るい色味を選んでみたりして、春っぽい作品をイメージしています。春ってなんかポカポカしてあったかかったりとか、明るくて可愛らしいイメージがあるので、そんな作品を作りたくて今はいろいろ試作中です。まず今日は編み物ラジオを始めたきっかけだったりとか、今後やりたいことなどをお話ししたいなと思っています。始めたきっかけは2つあって、1つは私自身が編み物をする時にラジオを聴くのが好きだから、もう1つは友達と編み物をすることに憧れてるからです。1つずつお話ししていきますね。もともとあんまりラジオを聴く機会がなかったんですけど、編み物をする時に何も音がなかったらちょっと寂しかったり、でも動画見ながらは難しくって、何回も見てる動画だったりとかアニメを流して画面を見なくても理解できるようなものを見たりもするんですけど、なんか本当にただ流してるだけみたいな、それがちょっと心地いいみたいな時もあるんですけど、もうちょっと時間とかだったりを楽しく上手に使いたいなっていうのも思ったりしてて、でオーディブル聞く時もあるんですけど、結構私自己啓発系の本が好きなので、それを聞きながら編み物してると、なんか結局全然頭に入ってなくって、本の内容がせっかく聞いてるのに、なんか知識としては全然覚えれてないみたいな感じになっちゃってて、でそこでたどり着いたのがラジオでした。私はいつも渋谷なぎさちゃんと大串まりなさんのラジオが好きでよく聞いています。2人ともなんかラジオでお話しされている感じがすごく落ち着くんですよね。なんか癒されるような感じだったりとか、聞いててちょっと楽しくてクスッと笑えるような感じだったりとか、すごいそのラジオを聞いてる時間が穏やかな時間を過ごすことができるんですよね。声とかその話し方だけでこの空気感を伝えれるのってすごい素敵だなと思ってて、編み物しながらでも話の内容もちゃんと楽しめるし、聞いててなんかすごい楽しいこの時間がすごく好きになりました。私は普段 YouTube で Vlog を撮ってる時だったりとか、ハンドメイドをしてる時もそうなんですけど、私が発信する目的っていうのは誰かに癒しの時間だったりとか、優しい穏やかな時間を届けたくてやっているので、このラジオもそういったきっかけになればいいなと思って始めてみました。私はあんまり自分の気持ちや考えを言葉にしたりだったりとか文章にするのがあんまり得意じゃなくって、YouTube の Vlog の字幕とか SNS のコメントとか投稿とかもすっごい悩んじゃうんですね。なんかこれで合ってるかなとか、この文章変じゃないかなとか、
でもおしゃべりするのはすごく大好きです。仲いいお友達とか家族といる時もめっちゃ喋ります。なので、もちろん言葉選びとかそういうのも大切だとは思うんですけど、普段おしゃべりしてるような空気感で何かお届けできたらなと思ってラジオを始めてみました。私の声がそういった穏やかだったりとか落ち着く時間をお届けできるかはわかんないんですけど、また聞きたいなと思ってもらえるような場所を作れたらいいなと思っています。普段は YouTube で Vlog を投稿することが多いんですけど、そこでは声を入れることがほとんどなくって字幕でお話をしてる感じになるので、この場所でもっと皆さんと気軽に楽しい時間を過ごせたらいいなとも思ってます。2つ目の友達と編み物をすることに憧れてるっていうのは、私周りに編み物をしてるお友達がいなくって一人でしか編み物したことないんですよね。なので SNS とかでお友達と編み物しましたみたいな投稿にもすごい憧れてて、私も誰かお友達とちょっと喋ってで編み物してでまた喋ってみたいな、そんな時間にすごく憧れてます。めっちゃ羨ましいです。編み物とかお友達とかに限らず、カフェとかでも一緒にいるけどお互い好きなことしてるみたいな方いるじゃないですか。ご夫婦だったりとかカップルだったりとかお友達同士だったりとかあると思うんですけど、例えば一人は本読んでてもう一人はパソコンしてるとか、すごいずっと喋るわけではないんですけど、お互いの時間や好きなことは大切にしつつ、でも一緒にいるのが居心地がいいみたいな。でちょっと休憩がてらおしゃべりしたりとか、そういう関係性もすごく憧れます。なのでもし私と同じように誰かと一緒に編み物してみたいなとか作業したいなって思ってる人のお相手になれたらいいなと思ったのもきっかけの一つです。私は今ハンドメイド作家を目指していて、作品販売も YouTube も SNS も全部頑張りたいと思ってるんですけど、こういうのって基本は一人でやってる方が多いのかなと思うんですよね。一人で頑張るのってすごい大変じゃないですか。好きなことを自分がやりたくてやってるはずなのに誰にも届いてないんじゃないかなって不安になったりだったりとか、このまま続けてて大丈夫なのかなとか、一人でやってるからこそ考えてしまう不安とか悩み事ってあると思うんですよね。なのでそんな風に一人で頑張ってるっていう人とぜひ一緒に頑張らせてほしいなと思っています。こんな感じでラジオを始めたきっかけをお話ししてみました。どうですか？共感できるところとかありましたかね？今回はちょっとお話ししたいことがたくさんあったのでアフレコで撮ってみたんですけど、もっとまったりした空気感だったりとか、一緒に作業とか編み物をしてるような感じも出していきたいなと思ってるので、その時は編み物をしながらお話とかも
をしたいなと思っています。今後は編み物やハンドメイドのお話とか日常のお話とかいろんなことをお話できたらいいなと思っています。編み物や私ミシンも好きなんですけど、そういったハンドメイドを始めるきっかけだったりとか、この YouTube の Vlog を始めるきっかけだったりとか、そういったこともお話ししてみたいなと思っていますし、好きなものとか好きなこととか私のことを知ってもらえるようなこともお話できたらいいなと思います。何か聞きたいことだったりとか一緒にお話ししたいことがあればぜひ教えてもらえると嬉しいです。皆さんが普段作業中に聞いてるおすすめのラジオだったりとか動画とかも教えてもらえたら嬉しいです。今日は水色のお花のモチーフを編みながらお話ししてみました。このお花のモチーフは同じものを2枚編んで巾着ポーチにしようかなと思っています。では最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。